両面宿儺。俺、建築関係の仕事やってんだけど、先日、岩手県のとある古いお寺を解体することになったんだ。今は利用者もいないお寺。そんで、お寺ぶっ壊してると、同僚が俺を呼ぶ。〇〇ちょっと来て、と。俺が行くと、同僚の足元に黒ずんだ長い木箱が置いてあった。何これ。いやー、何かなと思って、本堂の奥の密閉された部屋に置いてあったんだけど、ちょっと管理してる業者さんに電話してみるわ。木箱の大きさは2メーターくらい。相当古いものみたいで、多分木が腐っていたんじゃないかな。表に白い紙が貼り付けられて何か書いてある。相当昔の字ということは分かったけど、もう紙もボロボロで何書いてるかはほとんどわからない。かろうじて読み取れたのは、大正年7月の呪法をもって両面宿儺に封ず的なことが書いてあったんだ。木箱には釘が打ち付けられていて開けるわけにもいかず、業者さんも明日昔の住職に聞いてみると言っていたんで、その日は木箱を近くのプレハブに置いておくことにしたんだ。それで翌日、解体作業現場に着く前、業者から電話がかかってきて、あの木箱ですけどね、元住職が絶対に開けるなってすごい剣幕なんですよ。何でも自分が引き取るって言ってるのでよろしくお願いします。と言ってきた。俺は念のため現場に着く前、現場監督に木箱のことを電話しておこうと思って、昨日の木箱のことなんですけど。あれね、お宅で雇ってる中国人のバイト作業員2人いるでしょ。そいつらが勝手に開けよったんですわ。まあ、とにかく早く来てください。という。嫌な予感がし、現場へと急いだ。プレハブの周りには5、6人の人だかり。例のバイト中国人2人が放心状態でプレハブの前に座っていた。こいつがね、昨日の夜中、仲間と一緒に面白半分で開けよったらしいんですよ。で、問題は中身なんですけどね。ちょっと見てもらえますか。単刀直入に言うと、両手をボクサーのように構えた人間のミイラらしきものが入っていた。ただ異様だったのは頭が2つ。シャムソーセージみたいな奇形児いるじゃない。多分ああいう奇形の人か作り物なんじゃないかと思ったんだ。これ見てね、ショック受けたんかなんか知りませんけどね、この2人何にも喋らないんですよ。中国人2人は俺らがいくら問いかけても放心状態でぼーっとしていた。日本語はかなり話せんのに。言い忘れたけど、そのミイラは頭が両側に2つくっついていて、腕が左右2本ずつ、足は通常通り2本という異様な形態だった。
俺もネットとかでいろんな奇形の写真見たことあったんで、そりゃびっくりしたけど、ああ、奇形か、作り物だな、と思ったわけね。そんで、例の中国人2人は一応病院に車で送ることになって、警察への連絡はどうしようかって話をしていたとき、80歳を超えている元住職が息子さんが運転する車で来た。そして開口一番、開けたんかこのバカタレが。しまいじゃ、開けたらしまいじゃ。と。俺らはあまりの剣幕にポカーンとしていたんだけど、住職が今度は息子を怒鳴り始めた。岩手なまりがきつかったんで標準語で書くんだけど、お前、両面宿儺様をあの時、京都の〇〇寺に絶対送る言うたじゃろうが、送らんかったんかこのボンクラが、バカだれ。ほんと80過ぎのじいさんとは思えないくらいの土星だった。開けたんは誰だ。病院。その人らはもうダメ思うけど、一応あんたらは払ってあげるから。俺らも正直怖かったんで、されるがままに何やらお経みたいなのを聞かされて、経典みたいなのでかなり強く背中とか肩とかを叩かれた。それが結構長くて30分くらいやっていたかな。住職は木箱を車に積み込み、別れ際こう言った。かわいそうだけど、あんたら長生きできんよ。その後、中国人2人のうち1人が医者も首をかしげる心筋梗塞で病室で死亡。もう1人は精神病院に移送。解体作業員も3名謎の高熱で寝込み、俺も釘を足で踏み抜いて5針縫った。真相が知りたくて何度も住職に連絡を取ったんだけど、完全に無視でした。しかし一緒に来ていた息子さん、50過ぎで不動産経営者の連絡先が分かったんで、この人は割と明るくて派手めの人だったから、もしかしたら何か聞けるかもと思い、今日の晩飲みに行くアポが取れました。何か分かったら明日にでも書きます。すみません。直前になってなんか、やはり直接会って話すのは、とか言われたんで、元住職の息子さんに、じゃあ電話でならどうですか。話せるとこまでですけど、という条件のもと話が聞けました。時間にして30分くらい結構話してもらったんですけど、なかなか話好きなおじさんでした。要点を主にかいつまんで書きます。ごめんね。親父に念押しされちゃって、本当は電話もやばいんだけど。いえ、こっちこそ無理言いまして。あれって結局何なんですか？あれは大正時代、見せ物小屋に出されていた奇形の人間です。じゃあ、当時結合した状態で生きていたんですか？シャムソーセージみたいな。そうです。生まれて数年は
岩手のとある部落で暮らしていたみたいだけど、生活に困った親が人買いに売っちゃったらしくて、それで見せ物小屋に流れたみたいですね。そうですか。でも、なぜあんなミイラのような状態に？正確に言えば、即身仏ですけどね。即身仏ってことは、自ら進んでああなったってことですか？君、このこと誰かに話すでしょう？正直に言えば、話したいです。いいよ、君、正直で。まあ、私も全て話すつもりはないけどね。あれはね、無理やりああされたんだよ。当時今で言うとんでもないカルト教団がいてね。教団の名前は勘弁してほしい。まあ今もひっそり活動してると思うから。それって聞いたら誰でも、ああ、あの教団か、ってなりますか？知らない知らない。極秘中の極秘。本当の邪教だからね。そうですか。この教祖がとんでもない野郎でね、下法しか使わないんだよ。下法ですか？そう、わかりやすく言えば、やってはいけないことだよね。ちょっと前に〇〇が邪教だ下法だって叩かれていたけど、あんな生優しいもんじゃない。具体的にどんな？で、当時の資料も何も残ってないし、偽名だし、もともと表舞台に出てきたやつでもないし、今教団が存続してるとしても、今現在の教祖とは全くつながりないだろうし。名前言うけどさ、物のべ天国。これが教祖の名前。物のべ天国。偽名ですよね。そうそう、偽名。で、この天国が例の見せ物小屋に行った時、奇形数名を大枚はたいて買ったわけよ。例のシャムソーセージっていうの？それも含めて。それで、君、孤独って知ってる？虫に毒って書いて、虫は虫3つ合わせた特殊な漢字なんだけど、壺に毒虫何匹か入れて、最後に生き残った虫を使う呪法のあれですか？ああ、そうそう。なんで知ってんの君、すごいね。まあ、ちょっと、それで。ああ、それでね、天国はその孤独を人間でやったんだよ。人間を密室に入れて？嘘でしょ？私も親父から聞いた話で 100% 全部信じてるわけじゃないから、もうやめとく？いや、すみません。続けてください。わかった。で、それを例の奇形たち数人でやったわけさ。教団本部かどこかは知らないけど、地下の密室に押し込んで、それで例のシャムソーセージが生き残ったわけだ。閉じ込めた期間はどのくらいですか？詳しいことはわからないけど、仲間の肉を食べ、自分の糞尿を食べてさえ生き延びねばならない期間。と言ったら、だいたい想像つくよね。あんまり想像したくないですけど。で、どうも最初から、そのシャムソーセージが生き残るよう、天国は細工していたらしいんだ。他の奇形に
刃物か何かで致命傷を負わせ、息絶え絶えの状態で放り込んだわけだ。奇形といってもアシュラ像みたいな外見だからね。その神々しさ、もしくはまがまがしさに天国は惹かれたんじゃないかな。なるほど。で、生き残ったのはいいけど、天国にとっちゃ道具に過ぎないわけだから、すぐさま別の部屋に一人で閉じ込められて餓死だよね。そして防腐処理を施され即身仏に。この前親父の言っていた両面宿儺の完成というわけだ。両面宿儺って何ですか？詳しい説明はなかったが、神話の時代に近いほどの大昔、両面宿儺という二つの顔、四本の手を持つ怪物がいたという。その伝説にちなんで、例のシャムソーセージをそう呼ぶことにした、と言っていた。そうですか。その両面宿儺をね、天国は教団の本尊にしたわけだ。呪物としてね。他人を呪い殺せる。下手したらもっと大勢の人を呪い殺せるかもしれない。とんでもない呪物を作った。と、少なくとも天国はそう信じていたわけ。その呪いの対象は国家だと親父は言っていた。日本そのものですか？頭いかれてるんじゃないですか、その天国って。まあ、いかれてたんだろうね。でもね、呪いの効力はそれだけじゃないんだ。両面宿儺の腹の中にあるものを入れてね。何です？古代人の骨だよ。大和朝廷とかに滅ぼされた、いわゆる朝廷から見た反逆者だね。その古代人の骨の粉末を腹に入れた。そんなものどこで手に入れて？君もテレビや新聞とかで見たことあるだろう。古代の遺跡や墓が発掘された時、発掘作業する人たちがいるじゃないか。当時はその辺の警備とか甘かったらしいからね。そういうところから主に取ってきていたらしいよ。にわかには信じがたい話ですよね。だろう。私もそう思ったよ。でもね、大正時代に主に起こった災害ね、これだけあるんだよ。1914年、桜島の大噴火。負傷者9600人。1914年、秋田の大地震。死者94人。1914年、北条炭鉱の爆発。死者687人。1916年、函館の大火事。1917年、東日本の大水害。1917年、霧の炭鉱の爆発。1922年、親知らずの雪崩で列車事故。そして1923年9月1日、関東大震災。死者・行方不明14万2800名。それが何か？すべて両面宿儺が移動した地域だそうだ。そんな、教団支部ってそんな各地にあったんですか？というか、偶然でしょう。
俺もバカな話だとは思うよ。で、大正時代の最悪最大の災害、関東大震災の日ね。この日、地震が起こる直前に天国が死んでるんだ。死んだ？自殺と聞いたけどね。純粋な日本人ではなかったという噂もあるらしいが、どうやって死んだんですか？日本刀で喉をかっ切ってね、両面宿儺の前で。それで血文字で遺書があって。なんて書いてあったんですか？日本滅ぶべし。それが関東大震災が起こる直前なんですか？そうだね。偶然ですよね。偶然だろうね。その時、両面宿儺と天国はどこに？震源に近い相模湾沿岸の近辺だったそうだ。その後どういう経由で両面宿儺は岩手のあのお寺に？そればっかりは親父が話してくれなかった。あの時住職さんになぜ京都のお寺に輸送しなかったんだみたいなことを言われてましたが、あれは？ああ、聞いてたの。もう30年前くらいだけどね。私も親父の後継いで坊主になる予定だったんだよ。その時に俺の怠慢というか手違いでね。その後、あのお寺もずっと放置されていたし。とまあ、話せることはこれくらいだね。そうですか。今、両面宿儺はどこに？それは知らない。というか、ここ数日、親父と連絡がつかないんだ。あれを持って帰って以来、妙な車に後つけられたりしたらしくてな。そうですか。でも全部は話さないと言われたんですけど、なぜここまで詳しく教えてくれたんですか？親父があの時言ったろう。かわいそうだけど君たち長生きできないよってさ。じゃあこの辺で。もう電話しないでね。ありがとうございました。